つもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は伊豆の国市からイタリアンの紹介です。こちらはアピタ大人店近くの136号線沿いにあり、この外観を見たことある方もいるかもしれません。そしてここのシェフは一世を風靡したイタリアンの名店でスーシェフだったり、本場イタリアで修行されたという方が伊豆や地元の食材を使い本物のイタリア料理を提供してくれるというこちらのお店は、伊豆の国市吉田にありますラ・トラットリア・ノストラーノさんです。営業時間は11時30分から14時と17時30分から21時で、定休日は水曜日と木曜日となっております。駐車場はお店の横に5台分ありますが、砂利なのでバイクで来店される場合は若干不安定かもしれません。久々のイタリアン楽しみです。それでは行ってみましょう。お邪魔します。お店は2階建てで吹き抜けとなっており、開放感と木のぬくもりで温かみのある雰囲気となっております。客席は1階2階合わせて30席ありますが、大人気ですぐにいっぱいになってしまうため、来店の際は事前に予約することをお勧めします。そして料理のメニューはカウンターの上に書いてあり、美味しそうなメニューがたくさんあり本当に悩みます。そんな竹千代同様優柔不断なあなたのために、今回とっておきでお得な注文方法を伝授しちゃいます。その前にサクッとドリンクメニューの紹介です。まずは5種類のビールにノンアルコールビール、ハイボールにカクテルにソフトドリンク、お水にコーヒーに紅茶に、この日は自家製ライムなんかもありました。続いてはスパークリングワインです。ワインはあまりわからないので、このように説明書きがあるとイメージしやすくていいですね。11,300円の泡いかがですか？私には10年早そうです。続いては白ワインです。こちらも種類豊富です。ワインを全く分かってない竹千代は説明書きが全てです。好きなワインや得意なワインなどができたらなんかかっこいいですよね。続いては赤ワインです。赤ワインが好きな人はプライドが高めで意志が強く、自己主張が強い傾向にあるようですよ。どうですか？当たってますか？そしてさっきお話しした料理のお得な注文方法の件ですが、先ほど見た黒板の金額ってまあまあお高めだったじゃないですか。そこで今回はお得な5,500円のコースの料理がどんな感じか紹介します。ぜひ参考にしてみてください。ちなみに最後のコーヒーか紅茶以外の飲み物は有料となってますのでご理解ください。まずは自家製ライムシロップのスパークリングワイン割りで乾杯です。今日は自家製ライムがあるよってことでオリジナルで作ってくれました。お酒が飲めないという方には自家製ホットライムがおすすめです。心と体が温まりますよ。そしてここからコースの料理がスタートです。まずは前菜の朝どれサワラのプンタレッラです。身がふわふわで美味しいサワラに相性抜群の添え物、皮目がパリッと香ばしくて最高です。ちなみにプンタレッラとはこれのことですが、何か見れば見るほどマンドラゴラにしか見えないですけど、食感はカリカリとして爽やかな苦みが絶妙でした。続いては菜の花ペーストを詰めた沼津産コヤリイカのオーブン焼き生からすみのせです。驚きの柔らかさのコヤリイカにほんのりと苦みのある菜の花ペーストとの相性がとても良く、トマトソースに生からすみの塩味が最高で、とても美味しい感動レベルの一品でした。続いてはバゲットです。表面カリカリでとても美味しいのですが、これはすぐに食べないで後でいただきます。続いては北海道産白子のフリット、北イタリア風チーズフォンデュソース黒トリュフがけです。もうあまり説明が必要ないんじゃないかっていうくらい見たまんまの美味しさです。あえて説明すると、白子のフリットのカリッとした食感に少し濃いめの味のチーズフォンデュソースとの相性が良く、白子のとろっとした口当たりに黒トリュフの贅沢な香りと、店によってはメインとして出ちゃうんじゃないかという贅沢な一品でした。そしてパンもここでペロッと食べてなくなっちゃいました。続いては別料金のドリンクですが、少し寒かったので何か温かい飲み物ないと聞いたところ、スタッフのサイさんがいちごのホットワインを作ってくれました。スパイスが効いた甘みの少ない大人の飲み物といった感じでとても美味しかったです。続いてはパスタで稲取産伊勢海老のリングイネです。これは2名分の量になります。まさか伊勢海老が出てくるなんて驚きですよね。なんという贅沢なパスタといった感じです。もし今までのを単品で頼んでたとしたら、この時点で5,500円なんてあっさり超えてそうですよね。そして小皿に取り分けるとこんな感じになります。味が凝縮されたプリップリの伊勢海老に貝の濃厚な旨味も最高で、もちもちのパスタとの相性も良く本当に美味しいです。
そしてシェフが灼熱の豪華での一仕事を終えると、ポルケッタとリコッタチーズの辛いピッツァとクワトロフォルマッジのピッツァのハーフ&ハーフが登場です。こちら側には甘いシロップをかけて食べると最高で、逆にこっちは程よい辛さが癖になる美味しさです。しかもピザが意外とでかいんですよね。ほんとすっごいお得なコースだと思います。宮崎牛シンシンのロースト、フキノトウの焦がしバターソースと新玉ねぎのソースです。ここへ来てようやくメインディッシュの登場です。メインはそれほど多くはないですが、今までがいろいろなものが出てきたことでちょうど良いサイズ感です。人によってはこの時点でお腹いっぱいになってそうですけどね。それにしてもこのお肉が柔らかくて本当に美味しいです。ほのかな苦みのある焦がしバターソースに新玉ねぎのソースとそれぞれの美味しさに感動です。また一緒にあるお野菜も本当に美味しく、食べ終わっちゃうのがもったいなく感じます。そして最後にコーヒーか紅茶を選んだら、シェフの右腕のタクちゃん特製のババプルーンとナッツのタルトガトーショコラのデザートが登場です。そういえばもう1ヶ月も前の話になりますが、このデザートを任されているタクちゃんはバイクの中型の免許を取りに行っていると言っていたので、この動画が流れる時にはバイク乗りになっているかもしれませんね。ちなみにデザートの一番上のババとはラムのシロップを染み込ませたものとのことです。ドアップで見るとこんな感じです。甘くて美味しいです。続いてこれがプルーンとナッツのタルトで、最後はガトーショコラです。最初から最後まで美味しい料理に毎度大満足です。ちなみに決済方法は現金のみとなってますのでご注意ください。せっかくなので別の時の5500円のコースもサクッと紹介します。まずは前菜です。続いて牡蠣食べられると聞かれて好物だと伝えると、牡蠣をお肉で巻いてトリュフをかけたすごいやつが出たり、先ほども出た白子のフリットも登場。これ味も食感も本当美味しいです。2種類のピザは相変わらずのでかさで、パスタはスープ仕立ての可愛らしいやつが登場。サイズ感はこんな感じです。メインはソーセージと和牛とマッシュルームのすごいやつが登場。お肉の柔らかさと美味しさに感動です。最後はコーヒーとデザートで終了です。こんな感じで1人5500円でお得に大満足できる美味しい料理を、親や奥様、彼女、友人、お世話になった人などとたまにはゆっくりお食事されてみてはいかがでしょうか。きっと喜ばれることは間違いなしだと思いますよ。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。